フッチンの部屋へようこそ。フッチンです。今回購入した商品はこちら、週刊少年ジャンプです。先日中野ブロードウェイへ懐かしのアイテムを見に行こうとした時に、マンダラケさんなどにあれば入手したかった商品です。ただちょっとしたハプニングがあり、中野ブロードウェイへは行けなかったので、フリマサイトで探してみたら出品されていたので購入しました。なぜこのジャンプを購入したかというと、おそらく私が初めてお金を出して購入した最初のジャンプだからです。1985年発売なので、当時私は9歳です。まだお小遣いももらえていなかった年齢ではあるんですが、この号のジャンプを近所の古本屋さんで確か50円くらいで購入した記憶があります。ジャンプ自体は社会人になってからは購読していないので、現在はワンピース連載中で、こち亀が終了したこと以外は把握していません。ジャンプを読み始めるきっかけとなったのは、当時好きだった筋肉マンが連載していたからです。もちろん今も大好きなんですが、このジャンプの表紙に正義超人が描かれていたので、数冊あるジャンプの中からこちらを購入しました。おそらく筋肉マンを目当てで購入したので、後々好きになる作品もありますが、その他の連載作品の記憶はありません。筋肉マンのことに焦点を当てると動画が一つできてしまうボリュームになるので、また機会があれば動画にしたいと思います。今回は当該ジャンプで連載されていた作品を拝読しつつ、当時を回顧していけたらなと思います。届いて最初に驚いたのは、ジャンプってこんなに薄かったかなと思いました。まあ30年近く実物を手に取っていなかったので分かりませんが、もう少し厚みがあったように思いました。あと定価が170円。今はおいくらなんでしょう。私が購読していた90年代頃は190円ぐらいだったかと思います。まだ何が連載されていたのか目次も見ていないので楽しみです。では早速開いていきます。ナムコさんのファミコンソフトディグダグの広告、懐かしい。余談ですが、近所の駄菓子屋さんにアーケード版ディグダグがあって、筐体が屋外に設置されていたので、画面が見やすいように暗幕代わりのカバーがついていて、それをかぶって遊んでいました。これはキャプテン翼ジュニアユース編のポスターですね。そして裏面はこち亀でした。関東カラーは表紙の筋肉マンではなく、ハイスクール鬼面組。後に近所の幼なじみに単行本を見せてもらって、作品は存じ上げていました。その1年後ぐらいかな。アニメ化されてから単行本も全巻揃えた記憶があります。鬼面組は5人組のグループで、キャラクターが急に二頭身になってコミカルに動いたり、劇画調になる必殺技鬼面フラッシュもありましたね。登場キャラクターの名前にも特徴がありました。鬼面組の他にも腕組、番組、色男組、おめ組、他にも〇〇組といったグループがたびたび登場し、5対5の団体戦で球技や格闘技などの勝負をするシリーズが面白かったです。今回は時代先生がカビ怪人になってしまう回でした。気まぐれオレンジロード。アニメが終了してしばらく経った頃にマイブームとなり、単行本を揃え、アニメももう一度見たかったんですが、当時はサブスクや DVD もない時代だったので VHS を探して回った記憶があります。主人公とその家族が超能力一家で、クラスメイトの少女とその後輩との三角関係が織りなすドタバタラブストーリーにちょっぴりお色気要素がある作品です。今回はピンチのクラスメイトの少女を主人公が救出する回でした。うわ、北斗の拳ですね。北斗の拳もアニメを見てから視聴購読するようになりました。
高校生の頃、友達から愛蔵版北斗の拳を借りて読む機会があり、面白くて一気読みしました。返却して間もなく文庫版を揃えました。今でも大好きな作品の一つです。世紀末を生き抜いた主人公と女性をめぐる悲しくも熱き友たちとの戦いを描いた作品です。今回は敵の剣士に敗れた主人公に代わり、生死をかけて立ち向かう決意をする友との会でした。4作品目で筋肉マンでした。筋肉マンを見始めた記憶は定かではないですが、当時年上の友達に教えてもらってからハマり、親に単行本を買ってもらったり、アニメを視聴するようになった気がします。金消しも流行りましたし、最近では筋肉マンパーフェクトオリジン編がアニメ化しましたね。主人公はもともとダメ超人だったんですが、ライバルたちとの戦いの中で友情が芽生え、かつてライバルだった超人たちと共に新たな敵の超人に戦いを挑む作品です。今回は母星の王位継承をかけて主人公と継承候補5人とのチーム戦で、敵チーム2回戦次鋒戦の戦いが描かれていました。次はキャプテン翼でした。言わずもがなサッカー漫画の金字塔と呼べる作品ではないでしょうか。キャプツバも何度かアニメ化されていますね。アニメ漫画はもちろんですが、テクモさんから発売されたファミコンソフトも好きでよくプレイしていました。抜群のサッカーセンスのある主人公とチームメイトが数々のライバルチームと激闘を繰り広げ、世界一を目指すサッカー漫画作品で、ところどころでラブストーリーが散りばめられています。今回は主人公が通う中学校とライバル校とのサッカー大会決勝試合中の様子が描かれていました。ここでこち亀ですね。1話完結の作品でありながら、ストーリー素材の豊富さと主人公のはちゃめちゃぶりもさることながら、登場キャラクターもとんでもキャラが多く楽しい作品です。作品の連載に歴史があるのにジャンプを購読するようになるまで知りませんでした。連載終了時にはニュースにもなりましたね。連載開始は早かったのに遅いタイミングでのアニメ化だったんですね。今回は主人公と同僚女性がひょんなことから手錠でつながってしまい、日常生活で宿泊するといったお話でした。ドラゴンボール、世界的に有名な漫画作品ですね。この号のジャンプが発売した時、もうアニメは始まっていたのかな。ドラゴンボールの思い出はバンダイさんから発売されたファミコン、スーパーファミコンのゲームを遊びました。主人公と仲間たちがドラゴンボールをめぐり冒険をしたり、悪の魔の手から地球を守るために激闘を繰り広げるバトル漫画作品です。今回は少年時代の主人公が師匠のお題をクリアするためライバルと競うお話でした。トンチンカン、鬼面組のアニメが終了した後、アニメ化したのを覚えています。アニメを視聴して謎に単行本を購入しました。とにかくアホな先生が主人公で、特技のある3人の教え子たちと怪盗団を結成してしょうもない品物を盗んだりします。怪盗団として活動するとき、教え子たちは一応変装していますが、主人公は普段と変わらないのに周囲が全く気がつかない設定です。少しお下品なギャグ漫画作品です。今回は巷を騒がせる切り裂き魔を怪盗トンチンカンが捕まえるお話でした。シティーハンター、アニメのエンディング曲ゲットワイルドも相まって有名な作品ですね。アニメ放送が終了してからも90年代の夕方によく再放送していました。どちらかというと私はこの時期にはまり単行本を揃えました。主人公は表社会では解決できない問題を請け負う凄腕のスイーパーです。主に依頼を受けボディーガードをすることが多いんですが、対象がとにかくお綺麗な方ばかりです。そしてシーンも豊富で、アクションあり、シリアスあり、笑いあり、
そして無夫婦もありといういいとこ取りの作品です。今回は主人公が家庭教師に扮し、依頼人の娘をボディーガードするも、その娘にピンチがといったお話でした。すもも当時はもちろん今まで触れてこなかった漫画作品です。大変恐縮ですが、こちらは割愛させていただきません。調べてみたところ、短い話数ながらも知る人ぞ知る作品だったので、本動画を作成するにあたり拝読しました。主人公は家庭用お手伝いマシン働き小僧を購入します。マシンは初期不良品で、お手伝いどころか主人公に対してエッチなことを仕掛けてきます。当然お色気シーンもあるんですが、絵柄も相まってエロさは極小です。物語終盤は不覚にもうるっとくる展開がありました。今回は主人公に思いを寄せる少年がかき氷完食の景品を獲得するために奮闘するお話でした。男塾は絵柄が苦手で敬遠していたんですが、やはりアニメを視聴してから購読単行本を収集しました。主人公と仲間たちが男を磨くため日々鍛錬に勤しんだり、上級生や塾外の組織と死闘を繰り広げ、時にはとんでも拳法や技が繰り出される涙あり友情ありギャグありの熱い作品です。今回は塾長の課題を塾生たちがクリアするために奮闘する内容でした。シェイプアップラン、独特な画風なので当時連載していて見た記憶はありますが、ストーリーは幼かったこともあり覚えていません。ジャンプを購読していた時期では、作者の徳弘正也先生はジャングルの王者ターちゃんを連載しており、私にとってはこちらの方が馴染み深いです。主人公は肥満体であることがコンプレックスで、筋トレによりダイエットに成功したものの、驚異的な怪力と脚力を得ることになります。そんな主人公と友人たちの日常が描かれており、お色気下ネタ多めのギャグ漫画作品でありながら、時には泣けるお話が散りばめられています。今回は気弱な性格で生徒たちとの接し方に苦悩する先生のお話でした。飛ぶ教室、以前より作品タイトルに聞き覚えはありましたが、最近になって内容を知る機会があり気になっていた作品です。核戦争により崩壊した世界、小学校に設置された核シェルター内にいて難を逃れた一人の教師と生徒122名の共同生活が描かれた作品です。凄惨な世界観ですが、登場人物の可愛らしい絵柄が救いです。今回は生存者を探しに他の核シェルターを探索する主人公たちの様子が描かれたお話でした。銀河流れ星銀、当時斬新な設定だったこともあり、作品タイトルは存じ上げていましたが、原作は読んだことがなく、アニメ版は20代の頃に視聴したことはあります。因縁のある狩猟閣の熊とその熊軍団を倒すため、リーダーの命により主人公と仲間たちは日本全国から強者を探す旅に出るストーリーです。今回は敵の攻撃により壊滅したと思われた別動隊の仲間の一人が敵側で生存しており再会、事情があり敵側に従っていたことを明かすお話でした。爆弾、本宮博先生の作品は有名ですが、爆弾は存じ上げませんでした。主人公は悪名高い問題児で、一度暴走すると止められなくなるので、近隣住民から爆弾と呼ばれ恐れられています。訳あってハイジに身を寄せていたんですが、実は父方の祖父が財閥会長、母方の祖父が極道一家親分ということで、主人公は後継者であることが判明。それぞれの組織が彼を探すところから物語は始まります。
今回は月日が流れ成長した主人公と極道組織をめぐり因縁のある地方のこれまた財閥極道組織跡取りの男との決戦の様子が描かれた回でした。ウィングマン、当時アニメは視聴していましたが原作を読んだことがありません。最近ではドラマ化もしましたね。私がジャンプを購読していた頃、作者の桂正和先生は電影少女を連載中でした。特撮ヒーローに憧れる主人公、ひょんなことから異次元世界の少女と出会います。彼女が持っている書き込んだことが現実となるドリームノートに何も知らずにイラストを書き込む主人公。本当に自作のヒーローウィングマンに変身できるようになってしまったところからストーリーが始まります。アクションシーンの書き込みもすごいですが、とにかく女性キャラクターが可愛いです。今回は敵に捕まってしまった少女を救うために戦う主人公といった回でした。以上15作品でした。90年代や現在と比べると掲載作品数が少なかったんですね。私はアニメの視聴から入って原作を拝読した作品が多かったことに気がつきました。あと存じ上げなかった作品も今回を機に拝読できたのが良かったです。皆さんはいかがだったでしょうか。お気に入りの作品、思い出の作品はありましたか。この動画を機にまた読んでみよう、知らなかったけど読んでみようかなと思っていただけたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。